夢十夜、夏目漱石。第六夜。運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。山門の前五六間の間には大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイラカを隠して、遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに映り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないように蓮に切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違いない。大きなもんだなぁと言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を彫るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた、仁王はみんな古いものばかりと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はいないって言いますぜ。なんでも、大和岳の命よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど不教育な男と見える。運慶は見物人の評判には、いさかい、頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って、仁王の顔あたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。ワイワイ言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながらやはり立って見ていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じ得ない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、
のみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙域に達している。と言った。運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの葉を縦に返すや否や、ハスに上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、熱い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒りの花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくは無造作にのみを使って思うような前見や鼻ができるものだな。と自分はあんまり感心したから独り言のように言った。するとさっきの若い男が、何あれは前見や花をのみで作るんじゃない。あの通り前見や花が木の中に埋まっているのをのみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が彫ってみたくなったから見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引いた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。3番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。